ネットフリックスで世界41カ国で1位を獲得して人気大爆走している暴君のシェフ。皆さん見てますでしょうか？このドラマの魅力は主演のイムユナさんと若手人気俳優イチェミンさんのケミストリーが人気を集めていることに加え、ただの時代劇ではなく飯テロシーンが物語を動かしていることも大きいですよね。今回は1話から4話に登場した料理をエピソードとともにご紹介しますね。それではスタート。1皿目は未来からやってきたコチュジャンバタービビンバです。三つ星シェフのジョンが朝鮮時代にタイムスリップして初めて作った料理。飛行機の中でポケットに入れていたバターと持ち歩いていたコチュジャンを使い、彩り豊かに仕上げました。仕上げにかけるバターを湯気と香りが広がり、こちらまでよだれがたらり。一口食べた王の表情が変わります。最初は辛いと文句を言うイホンですが、母を思い出し思わず涙を流してしまうのです。お母さんの記憶を呼び覚まし、暴君な王を泣かせたジオンの料理、恐るべし。2皿目は硬い肉を奇跡の柔らかさにした真空調理柔らかゆで肉の登場です。味にうるさいイム・ソンジェ親子に急遽料理を作ることになったジオン。硬い肉を見事に調理していく過程が面白い。塊肉を昆布で巻き、肉を柔らかく熟成させ、ジオンは49度から55度までという絶妙な温度を手の感覚で測りながら調理しました。味のうるさい親子の反応は？食べた瞬間噛むほどに旨味があふれ出し、イムソンジェ親子のリアクションは美味しんぼのようで爆笑を誘いました。王のイホンも柔らかゆで肉を食べることになったが、硬い肉が絹のように柔らかく変わり、花火をバックに幸せな笑顔を浮かべます。料理が王の感情を動かす瞬間が面白いと多くの視聴者から声が上がりました。3皿目はコース料理のオートキュイジーヌのオードブルのユッケタルタルの登場です。野菜と卵を乗せたユッケタルタルの紹介をしますが、王も最初はタルタルという名前に戸惑ってましたが、食べた瞬間に映し出される笑顔のイホンの周りに鹿が草原を駆け抜ける描写が楽しく、思わず笑ってしまう演出でした。美食家だけに食レポもうまいですね。笑い。4皿目はポタージュスープのエンドウ豆入り牛乳がゆの出番です。食べた瞬間自然に揺れるみずみずしいエンドウ豆が描写され、春の畑を思い出させる一品。食べる者の心を落ち着かせ、癒しを与えてくれます。5皿目はメイン料理のオートキュイジーヌという鹿の下の炭火焼きです。ジオンがその場で炭火で焼いて仕上げます。イホンはだんだん賢くて並外れた料理を作るジオンに興味を持ち出します。イホンはジオンと食事をしていると不思議と亡くなった母を思い出しますね。食べながら子供に帰ったように笑顔を浮かべます。ほんのひとときお母さんとの思い出がよみがえる幸せな瞬間。イホンは知らない間にジジョンに心を開いていきます。6皿目はテワンデビを涙させたほうれん草の味噌汁です。スグオンの策略でスラッカンの匿名熟知を決める料理大会に挑むことになったジオン。負ければ腕を切り落とされるという恐ろしい条件に挑むことになる。お題は制限時間2時間で味噌と豆腐を使った功を込めた料理を作ることになった3人。対戦相手はジオンを受け入れられないボンシクとマンスと対戦することになるが、材料をかけて駆け出しで争う3人の様子が面白くて笑っちゃいました。
体調が悪く食欲がないテワンデビのために、ジヨンはほうれん草と豆腐を使った味噌汁を作ります。バカにする審査員だが、一口食べると顔色が変わります。しじみで清涼感の旨味を出しました。テワンデビは母と離れる時に食べた懐かしい味を思い出し、思わず涙を流します。見事ジヨンがスラッカンの特命塾手に選ばれました。最後に紹介する7皿目は、荒れ狂う暴君の王を黙らせた味噌パスタです。母の死の真相の話になり、荒れ狂う王、興奮状態の王の料理を作るように頼まれたジヨンは、精神状態を落ち着かせるため、父から受け継いだ味噌パスタを作ります。荒れ狂う王の前に出されたのは、父から受け継いだ味噌パスタ。パスタの説明のシーンは面白くてリピートしちゃいます。笑い。香ばしい味噌の香りとコクのある味わいに虜になった王は静かになり、幸せそうに貪るように爆食します。そしてこの料理をきっかけに2人の距離がぐっと縮まり、物語初のキスシーンへとつながっていきました。ドキドキの展開で4話が終わりました。料理とともに恋も動き始めましたね。皆さんの食べてみたい料理はありましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。